雪中貯蔵に関しましては、この魚沼地域、魚沼エリアというものは昔から農家さんが生活の知恵で、野菜の貯蔵方法ですとか、お米の貯蔵方法ですとか、ごくごく自然の文化といいますかね、そういったもので取り組んでいただいておりました。それをじゃあ、ただ単に日本酒でもやったらどういう変化が起きるのだろうかっていう、興味本位で、スタートしたのが始まりであります。去年なかったんですけど、ここから市内のゴルフ場がございまして、若干私どもの蔵元よりか標高が高いですので、そこの駐車場の雪をですね、重機をお借りした中で、社員4トントラックもレンタカーでお借りして、社員総出で、雪を運んできて、なんとか雪山を作ったというような形ですね。虎視眈々という、酒米が県で開発いたしまして、それが一般の蔵元でも、使えるようになったというようなことで、それまで私ども梅の米っていう会員店向けの、商品を展開してたんですけど、そちらの会の方とも話して、じゃあその新しく誕生した虎視眈々を使って、次のブランドを育成していこうというような形で、デビューのプロジェクトが始まりました。こんにちは。高野井酒造で杜氏をしております木村と言います。本日は蔵の方をご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。こちらが今度窯場になります。うちでは奥の方に機械があるんですけれども、10キロずつ研いでいきまして、青い箱の中に水を張ったところにつけて水分を見ながら洗米をしております。洗米し終わったものはですね、今度こちらの古式の方に入れて明日今度蒸すという形になります。大きな仕込みになりますと今度上の方の浸積タンクを使いまして上で洗米浸積した後下のベルトコンベヤーに乗せて今度こちらの大きい古式に張り込みます。翌日約1時間蒸しまして蒸した後今度出すわけですけれども、出す時にボタンを押しますと古式がぐーっと傾いて雪崩のようにお米が落ちてきます。落ちてきたものを今度法冷機で温度調整した後、空気輸送で各現場に送るという感じになります。
こちらの古式の形、四角い形になっていると思うんですけれども、通常は丸い形になっております。それはやはり角がありますと角がちょっとしけってしまいがちですので、だいたい多くのところは丸いのが多いわけですけれども、高野井酒造では、弊社の社長が山崎醸造という味噌醤油の会社も社長を兼任しておりますので、その味噌醤油の機械の設備の技術がこちらに生かされているというのが特徴になっております。はい、こちらが今日作業したタンクになります。それで日本酒の場合は基本的に添え、中、止めと3回に分けて仕込むんですけれども、本日やったのが止め仕込みという作業になります。それで、今期の仕込みの第1号の止め仕込みになるわけですけれども、こちらのタンク、上から見るとよく高さが分かりづらいとは思うんですけれども、中身はですね高さ4メーターありまして約1万リッター入るタンクになっております。でお米は約3トン入る仕込みになっておりますので、外側もですね非常に熱い断熱が入っておりまして、冷房で24時間管理できますので非常に使いやすいタンクになっております。本日やった作業が引き込みという作業でして、最初に蒸したお米をさらしてですね、温度と水分ですね、そこを調整した後、35度の室温の中に入れまして、またさらに広げて予定の品温と水分になったら今度種を振って寝せるというのは麹をですねまた固めて布にくるんでですね温めて次の日まで置いとくという作業になります。私の推しの一本はこちらです。田友純米大吟醸手作りプレミアムです。地元の古酒淡麗を 30% まで精米しまして、仕込んだお酒になります。本日仕込んだ麹の引き込み、こちらが田友のプレミアム純米大吟醸の元麹になりますので、また今期のお味も楽しみにしていただきたいと思いますけれども、発売は11月の下旬になります。お楽しみにしていてもらえればと思います。